こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金の DX リスキリング助成金についてご紹介をしていきたいと思います。最近は IT 化、DX 化というのが強く求められている状況ではありますが、中小企業で DX 化というのはなかなか難しい、何を行っていいのかわからないという会社も多いのではないでしょうか。そういう会社につきましては、助成金を活用していただいて、中小企業においても DX 人材の育成を進めていただき、生産性向上を図ってほしいと思います。今回の概要ですけれど、中小企業の DX 推進状況についてまずは見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする DX リスキリング助成金ですけれど、東京都が行っているスキルアップ支援事業の一つになりますので、スキルアップ支援事業の概要について確認をして、その中の一つになります DX リスキリング助成金とはどういったものなのかを解説をして、最後に注意点とまとめということになります。まずは中小企業の DX 推進状況について確認をしていきます。中小機構の調査結果によりますけれど、DX への理解度に関しての調査というのを毎年行っておりまして、約半数の方が DX に関しては理解をしているという状況で、こちらにつきましては2023年度の調査とほぼ変わらず横ばいという状況になっております。では、半数程度の方が DX に関しての理解をしている中で、どのような、取り組みをしているのか、どの程度 DX で取り組みをしているのかですけれど、まずは DX に向けて取り組みをしている、もしくは取り組みを検討をしている企業に関して規模別で見ていきたいと思います。101人以上の会社につきましては、2024年においては 71.9% と7割を超える企業で何かしらの取り組みを行っているという状況。そして21人以上100人未満の100人以下の会社においては 51.3%、約半数が取り組んでいるという状況ですが、一方、20人以下の会社において取り組みをしているのは、もしくは取り組みを検討をしているのは 25.4% と格段に取り組み状況が下がってくるという状況になっております。やはりですね、今まで通りのやり方があるから、今更変えるのはという会社が多いというのは、非常に感じておりますが、このあたりの20人以下の会社が取り組んでいくことで、やはり人手不足の解消につながっていくので、ぜひ取り組んでほしいと思います。では、DX への取り組みというのが 71.9% の大企業を取り組んでいる、もしくは中小企業において21人以上100人以下の会社でも 51.3% 取り組んでいるという状況ですけれど、どのようなことを行っているのかというと、取り組んでいる一番多いのが 35.7% がアナログで行っていた作業やデータのデジタル化を進めているという状況になります。このあたりはですね、20人以下の会社においても取り組みができる内容になりますので、ぜひ取り組んでほしいと思います。そして、東京都におきましては、従業員教育の一環としてスキルアップ支援事業というのを行っております。メニューとしては全部で4つ用意しておりまして、事業場内スキルアップ助成金、事業場外スキルアップ助成金、そして今回ご紹介をする DX リスキリング助成金、そして育業中スキルアップ助成金の4つを用意しております。事業場内スキルアップ助成金につきましては、職務のスキルアップのために自社で企画をした研修を行う場合、賃金助成が行われるというものになります。また、事業場外スキルアップ助成金については、職務のスキルアップのために公開研修等を利用して実施する研修になりますので、研修費用、そして賃金助成が行われるというものになります。また、育業中スキルアップ助成金については、従業員本人が希望をして、
育業中に受講するスキルアップのための研修という形になります。こちらは賃金が発生しておりませんので、経費助成という形になりますけれど、このような形で、様々な状況に応じて従業員のスキルアップを支援をしていくといったものを準備している。そして今回ご紹介をする DX リスキリング助成金につきましては、自社の DX のために実施する研修に対して助成をするものということになりますが、では DX リスキリング助成金の申請対象者はどのような事業者なのかということで、まずはですね、中小企業等という形になります。中小企業等につきましては、業種別で規模が定められておりまして、小売飲食業、サービス業、卸売業、その他の業種という4区分になっており、これらの業種が資本金の額、出資の総額、もしくは常時使用する従業員数がそれぞれに当てはまる金額、人数以下の場合、いずれかに該当した場合は中小企業等という形になります。資本金の額、出資の総額としては、業種によって異なりますけれど、5000万円以下、1億円以下、3億円以下の場合、そして従業員につきましては50人以下、100人以下、300人以下となりますので、まずは自分の会社の業種の確認をしてほしいと思います。その他の申請要件としてはですね、都内に本社または主たる事業所があることですとか、都税の未納がないこと、また、支払い賃金が最低賃金以上であること、労働基準法違反等がないことなどの要件がありますが、まずは企業規模要件の確認をしてほしいと思います。では、DX リスキリング助成金の対象になる訓練についてはどのようなものかですけれど、いくつか項目が挙げられておりますので、重要なものを抜粋をしてご紹介をしていきたいと思います。まずは1番目として、集合研修。こちらはオンラインでも可能ですけれど、既存の研修を受ける場合、または、オーダーメイドとして自社で考えて企画をしてもらって研修を受ける場合、いずれもですね、対象になります。中小企業においては DX についてよくわからないという場合は、まずは既存の研修を受けていただくのがいいかと思います。また、3番目として、新生企業等の DX 推進のために必要な知識、技能の習得、向上を目的とする研修、または専門的な資格を取得するための研修であること。そして4番目として、通常の業務と区別できる OFJT であること。これはですね、通常の業務から離れて研修を受けていただくことが必要という形になります。また、6番目として、業務命令として、労働時間内に研修を行う。そして賃金の支払いも行うことということになります。10番目として、一つの研修あたりの総研修時間が3時間以上10時間未満であること。そして11として、受講者の受講状況に関して、教育訓練機関の証明を受けることができること。これらの要件を満たした場合にはですね、対象訓練として認められるということになります。そして対象経費と助成額ですけれど、対象経費につきましては、もちろん研修費用も含みますけれど、その他ですね、教科書費ですね、教材費、もしくは研修に付随する登録料だとか管理料ですね、そういったものも対象になりますが、1人1研修単位で金額が算出できるものに限るとなっております。また、オーダーメイドで研修をする場合はですね、計画のためのヒアリング料、相談料というのも対象になります。そして助成額ですけれど、助成対象経費は、助成率が4分の3という形になっておりまして、1研修あたり7万5千円が上限という形になっております。そしてですね、1新生企業あたり100万円が上限で、上限に達するまで複数回申請が可能という形になっております。申請方法につきましては、郵送と J グランツが対応しておりまして、実績報告につきましては、研修の最終日から2ヶ月以内になっているので、忘れずに申請をしてください。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、申請のスケジュールですけれど、
研修開始の予定日の1ヶ月前までに申請が必要です。こちらはですね、厚生労働省が行っている人材開発支援助成金と同様という形になっております。申請方法につきましても、郵送と J グランツ対応しております。また、注意点としては、オーダーメイドで研修を行う場合はですね、実績報告時に1研修について1枚以上、風景の写真等が必要になります。こちらは事業場内スキルアップ助成金も同様になりますので、研修中ですね、写真撮影忘れずに行ってください。このようにですね、DX 研修によって DX 化を進めていくのも大事ですけれど、DX 研修後、実践の場の提供まで考慮をして取り組んでもらいたいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。